ここは誰にでも存在するごくありふれた暗闇。真っ暗で、底がないみたいに恐ろしくて、光すら道連れにしてしまいそうなほど、私が小さな火花となり導きます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回は大島製ディアブロ GTR を製作しましょう。ランボルギーニが放つ90年代を駆け抜けた名車。その中でも1999年に世に送り込まれたワンメイクレース仕様の GTR。ザ・スーパーカーというセンスを疑うワードが青島様らしくて好きです。それにしても一体何が入ってんのと思うほどの箱のバカでかさ。12分の1スケールのフェラーリ 312T の箱よりも分厚いんですけど。レース仕様のデカールもないですし、楽したろかなと甘い考えがすべて無駄になりました。開封してみると想像以上に白い見た目。驚異的なピラーの細さ。そしてそのピラーを守る補強ランナー。これはなかなか楽しめそうなキットですね。市販車ベースのキットはクリアパーツが多くなりがちなので苦手なんですよね。ボディパーツは細分化されており精度が気になるところですね。ドアも嫌がらせのような造形なので折らないように慎重に。このマシンのどこにこんなにも部品を使うのか不思議に思うほど膨大な物量。マジで楽したかったのに当てが外れて意気消沈気味でございます。っていうかこんなの塗らなくてもバレないと思うんですよね。4次元の箱なのかまだまだ部品が入ってございます。大好きなメッキパーツはたったこれだけ。ラグジュアリーなマシンなのにスパルタンな内装になりそうでゾクゾクいたします。デカールとウィンドウ用マスキング。たまに見せる優しさにドメスティックなバイオレンスから逃れられなくなるのでございます。青島様の説明書はシンプル。必要なこと以外は書かない尖った思想。ですが最重要なことを書かない死神思想でもございます。口内炎に触っちゃうあれですね。わざわざコーラで痛めつけたり、ついつい怖いもの見たさで青島様に手を出してしまうのでございます。必要な塗料は何だって構いません。メインカラーも好きなのに塗るのがプラモの醍醐味。いやいや多すぎやろ。安心なんてみじんもないキットに私の心は恍惚とほてるのでございます。黄金色に輝くハサミでちょん切って差し上げます。100均で買いましたけどね。これは見事な造形技術です。そして梱包次第では出荷時にピラーが破損しそうなほどに華奢。前後バンパーは別パーツ。チリが合うのか今から不安で夜しか眠れません。慎重に補強ランナーをカットします。こういう時に役に立つのが型場ニッパー。私はぬるっと切れるゴンズ様の一品を愛用しております。しかし調べたところ現在は生産終了しているようですね。次に買い替える時が来た時私はどうすればよいのでしょうか。路頭に迷わす放置系サディズムの冷ややかな抱擁をお待ちしております。レーシングカーとは異なるパーツ形状に少々困惑気味。余剰パーツも少しばかり存在し作業のペースが下がります。クリアパーツが密着する箇所に針を発見したので処理します。比較的ボディパーツの造形は素晴らしく感じます。パーティングラインも最低限削っただけで次に進みましょう。この何も入れることができなさそうなトランクのパネルライン。ここだけが曖昧な感じなので筋彫りでシャープにしてみましょう。
0.15 ミリの拷問器具でひたすら薄く薄く削り取ってゆきます。それは安心なんてみじんもない場所に感じる長い時間。やるとやられるでは時間の流れ方が異なる相対性理論なのでございます。裏打ちにはいつものタミヤ様が生成した史上最高の艶消しブラック。久々にたっぷりと睡眠できたので早朝から自転車にでも乗ろうかな。と思ったら急にどんよりな雲が空を覆い、雪が降ってまいりました。ただいまの気温はマイナス1度。人気のないの良いことに鳥さんたちが大きな声で歌っています。人工的な音が聞こえない時間は耳が少し痛くなり、田舎生活であろうと現代生活に浸かりきっているのだと実感します。あまりにも寒くてトイレが我慢できなくない期間、私の膀胱の最大容量は 500ml。警報器鳴りっぱなしのままダダ漏れになるところでございました。ラピッドシンナーを使用した裏打ちはあっという間に乾燥します。サフで覆い隠せますが表まで抜けてきた艶消しブラックをある程度拭き取ります。フェンダーの爪の部分はしっかりと拭き取ってボディ色に染めるのが良いです。散々としたゴミの作業台をことあるごとに整頓するのが効率を上げる秘訣。裏打ちが汚れようが関係ないのですが一応マスキングで保護しておきます。ガイアノーツ様のイエローサフ。カーモデルをなりわいにするモデラー様には必ず一本揃えておいてください。美しく染め上がったイエローサフ。超微細な粒子が塗膜を整えてくださります。その触り心地は卵の殻のように滑らか。そしてメインカラーに選んだのは指定色のオレンジイエロー。この色にした理由は私がオレンジに苦手意識があるからです。オレンジは隠蔽力が弱くて塗装が難しいイメージ。きっかけがないとなかなか手を出さない色なので練習したかったんですよね。希釈率は1対1で進めてみます。やっぱオレンジは危険が危ない色ですね。イエローサフじゃなければ一生隠蔽しきれない塗膜の薄さでございました。闇に隠れているつもりの黒猫。廊下の角に潜んでバレていないと思っている魔女に使える四則銃。ですが CQB 線をくぐり抜けた私にはデコイを一投するだけで流れはこちらのもの。黒猫とサバゲーごっこをする日曜日の昼下がり。縁側のガラス戸から差し込む曇り空の光。動画編集に疲れた目に優しく映ります。お前、またおとり作戦に騙されとるやないかい。それでも数千年生きた黒猫一族の末裔か。おかしいな。
まだこんなにもパーツが残っているんですけど、これ3台分入ってませんか？念仏は唱え終えましたか？ならさっさと先に進みましょう。子供の頃に買ってもらってこのまま一生使えそうなニッパー。プラモしか切ってないのに箱ごれもやばいです。ようやくすべてのパーツをランナーから解放してやりました。ですがこのままうっかりランナーを捨てないように、切り損じたパーツが残っていたら一大事ですよ。オレンジイエローが乾燥しました。イタリアのデザインにイエローというのはどうしてこうも似合うのでしょうか。隠蔽力が弱いので3回くらい重ね塗りしましたが綺麗な塗り面になってくれました。シャシーには黒サフを塗ります。あれ、これって塗り終わったやつでしたっけ？まあこの通りパッと見ではわからない程度なので塗らなくても問題ないですよね。おせっかいな車検のおかげで純正マフラーに変更したのでちょっと走ってみましょうか。反射快適違法改造車なのでこんな明るい時間帯から乗るのは久々。と思いましたが土の中に埋もれていたのかと思えるほどに汚いので洗車しましょう。少々失礼ですがタミヤ様以外のキットはクリアパーツがぴったりとはまらないイメージ。今回のキットはどうなることでしょうか。クリアパーツにこそ型場ニッパーの効果が発揮できます。妙に分厚いウィンドウ用マスキング。グループシーカーのように湾曲したウィンドウには苦労しそうですが、このくらい平面なウィンドウにはとても貼りやすいマスキングシートですね。新品の刃に交換して一撃で切り抜いてください。この作業は案外面倒くさいので早めに下準備しておくのがおすすめです。家の周りは森と田畑に囲まれているので砂ぼこりがすごいんですよね。基本運転時は走らないので濡らすのに結構抵抗感あるんですよね。そろそろ走行距離20万キロに到達するオンボロマシーン。ハッチバック周辺からの雨漏りがフロアまで伝ってきます。いつまでこんな車に乗り続けることができるのか。車内はドンバラのロールバーバチバチ仕様。私の心は静かみにするイカれた内装です。クロスしたサイドバーに憧れる中年おっさん。不便なほどにかっこよく見えるのが不思議です。この手の内装パーツはウィノーブラック。ちょっとツヤがある方が雰囲気出るんですよね。まさかのエンジンが再現されておりました。これは、まだ塗ってないやつですね。まあ塗装シーンなんてとってもないですけどね。いよいよデカールを貼ってみましょうか。
1990年代。まだランボルギーニが野蛮な猛牛だった頃の最後の狂気。それがこの GTR。エアコン。オーディオ。助手席。そんなものは散らばった紙くずのように捨て去られました。残されたのは剥き出しのカーボンと逃げ場のない爆音。背後に鎮座する V12 エンジンはもはや心臓ではなく時限爆弾。アクセルを踏み込めば光すらも道連れにしてしまいそうな加速。あなた様の脳をしゃぶしゃぶに溶かしてくれます。巨大な固定式ウィングと、地面を削り取るようなディフューザー。これはデザインではなく空気をねじ伏せるための物理的な暴力。世界限定30台。これに乗るということは今日と明日の区切りを捨てて、いつ死神案件になってもおかしくない黄昏のサーキットをかけるということ。命をかける理由もない、などと言いながら、この悪魔の前に立てば、あなた様もきっと小さな火花となって散りたくなるはず。胃の奥が冷たくなるような感覚に陥るボディライン。それはカウンタックから続くウェッジシェイプのいわば最終的な発狂。0.3 ミリのハンドピースでこのボディをなぞるとき、私は嫌顔でも感じるのでございます。この曲線は挫折ばかりの人生を送る私に、お前はここまで尖れるのか、と問いかけているのだと。寝起きの黒猫。寝ぼけているのかここがどこだかわからないような顔してますね。お前かれこれ6時間くらいそこで仮眠してたけどいい身分やな。ちょっと肉球ムニムニの刑にしたるからこっち来いや。塗装の乾燥時間の合間は細かな部品を仕上げます。できるだけ効率的に作業を進めることによって休日を迎えた時の自由度が変化します。アクリルウィンドウと思わしきスライド小窓がございます。私もこの仕様の車に乗っていたことがございますが、料金所のおさんからお釣りをもらい損ねて泣いたことを思い出しました。そしてなぜかサイドウィンドウにはマスキングシートが同封されてないという罠。こういうところがプラモ嫌いになるんですよ。メーカー様はもうちょい新規モデラーのことを考えてあげてください。休日はディアブロではなく小さな鉄馬のスーパーカブ90にまたがります。目的地などあってないようなもの。数十年前に通った道。かつて誰かと歩いたはずの湿った影の落ちる裏路地。必死に思い出そうとしても、明日のこともわからぬ私の記憶は、風に舞う塵のように頼りないものでございました。ここに存在した遊楽という映画館もなくなっちゃいましたね。寒さが残る2月初旬。なんだか当時の空気の匂いまで思い出せそうな気がしました。ドアのピラーやミラーの土台となる部分は黒に塗る必要があるようです。うっかり見落としてしまいそうでした。本来ならクリア後にセミグロスブラックで塗った方が良いのでしょうけど、窓枠のセミグロスブラックと被ってメリハリがなさそうなので、先に塗装してからクリアを吹こうと思います。こういう細かな箇所のマスキングは疲れるよりもとにかく面倒。気分が乗っている時に間髪入れずにこなしてしまうのがおすすめ。確かこの時点で平日の深夜を通り越して早朝を迎えていた気がします。ですがやけにこのキットは進歩が鈍く時間ばかり費やしているんですよね。できた。めっちゃ心臓強い。あとはかかっちゃうよな。カカはまだいけ
コーヒーを飲みながらノートパソコンで謎の作業をしているスタバを通過して、いつまでも変わらない姿のまま存在する秘密の通路。おそらくこの道は私が存在を消した時代にも変わらないのでしょうね。ひっそりと佇むおされな模型屋さん。天使様との会話を楽しみながらのキット選び。とても素敵な空間に時間を忘れてございました。普段のデカール量に慣れているのであまりにも少ないデカールに困惑しちゃいます。久々にクレオス様のスーパークリア3を使おうかなと思っていたのですが、無意識に EX クリアを手に取っている自分に驚愕。そしてなぜか録画されてなくて草。最近この尖ったピンセットの先が開いてきてイライラしまくりでございます。ピンセットの精度はとても大切。作業効率にもろに反映します。ステアリング周りの精度は申し分ないです。ですが後付けの小さなサスペンション。こいつの取り付けには相当イライラさせられました。もう潰してやろうかなと思ったら奇跡的に成功。こいつのビビり散らかした心が透けて見えました。6000cc の V12 エンジン。最高出力は590馬力。近づくだけで火傷しそうな熱量を放ち、方向を上げれば周囲の静寂など塵のように吹き飛ばします。最高速度は時速348キロ。加速の衝撃で私の空っぽな頭の中も少しは整理されることでしょう。おい、なんやこれ。青島、てめえこの野郎。地理が合わないなんてレベルじゃねえぞ。販売する前に一回作ってみたんかと尋問したいです。こうなりゃぶった切ってやる。うまくはまりました。これでダメだったら青島様の本社前で拡声器でわめき散らします。シャシー周辺なんて適当なキットかと思っていたら想像以上に作り込んでいました。私は完成したら覗き込んだりしないので空っぽでも問題ないんですけどね。その分安くしてくださればいうことございません。リアサスが4本もあって絶望から気を失いました。12本の液パイも簡単に仕上がります。焼き色をつける気力もないほどに睡魔がひどくこの作業のことを正直覚えていません。いや、マジでこれ私がやってるのかな。全然記憶になくてわろた。田舎ならお城が建つほどの高級車なのに簡素なインテリアに見とれてしまいます。順調に進む作業に私の心も軽くなります。青島様のキットは本当に素晴らしいですね。あれ。ああ。こんなのどうやってつけるんだろう。物理的に隙間なんてないんですよね。説明書で確認したら、青島てめえ、またやりやがったな。これコクピット周りよりも先に装着せなあかんやつやんけ。もっと精査してから販売のゴーサイン出せやん。年に数回使う時が来るパーツオープナー。ガンプラじゃなくても持っていて損はない工具でございます。
よりによってタミヤセメントで溶着させたので剥がれる気配ゼロです。これ以上力を入れるとシャシーが裂けてしまいそうな予感。やっべマジどうしよう。聞いたこともない音を立ててきしむプラスチックの塊。最大までモーメントを突破したその刹那。ほんのわずかながら数ミクロンという隙間が開いた瞬間を確認。私は間髪入れず対象物に高分子化合物を押し込むのでございます。やったったぞ。一番安堵しているのはおしま様かもしれませんね。もうちょいで全ての爪を剥がす拷問にかけてしまうところでした。もちろん役員の皆様全員の爪でございます。普段なら軽く見てスルーしていたのですが、やけに私の心をつかむ航空機と戦艦のキット。天使様のセンスが光る品揃えと趣のあるトークに魅了されます。その中でも一目惚れをした飛行機。箱絵から醸し出される異様な空を舞う巨体。100分の1スケールという飛行機のキットでは小さい部類にもかかわらず、バカでかい箱に興奮が抑えきれずにいます。羽1枚でカーモデルの全長を超えたサイズ。このキットの初版は1969年。アポロ計画の時代のキットがこうして今でも手に取ることができるのがプラモの素晴らしさ。そしてタミヤ様の恐ろしさでもございます。このキット自体は素晴らしいのですが、なんせ説明書が少々雑なんですよね。塗装指示がない箇所が多くて独自の判断を要求されます。リアウィングは翼端板の取り付けダボの間をゲート処理しなければならない嫌がらせ仕様。最後は面倒になってダボごと削り取ってやりました。クリアが乾燥して良い輝きを放ってございます。デカールがほとんどないに等しいのでクリアの厚みを減らすことができました。ドアパネルもイエローオレンジをさらに明るく表現する艶になっております。それでも間近でまじまじと見つめるとあらがあるもので、みかんのように柚子肌がございますので研ぎ出さないといけませんね。まずは4000番からスタート。このくらいの番手だとあっという間に下地まで到達するので慎重に。艶は完全に消えましたが、塗面は均一になり美しいです。次は6000番で大きな傷を消してみましょう。一番重要な工程。ここで手を抜くと最後まで消えない傷に悩まされることになります。こうやって比べるとほとんど違いがわかりませんが、6000番の右がしっとりとした肌触りになっております。若干光の反射が見て取れます。次は8000番で艶を出す工程に移ります。指先に触れるスポンジやすりはほとんど音を立てない。ただかすかな作家の感触だけが時の流れを知らせてくれます。左の6000番と比較すると右の8000番は明らかに艶を発するようになりました。ですがまだ霧がかかったようにぼやけていますね。
1万番は白氷を割らずに研磨する感覚。ここまで来ると研磨中毒になっていることでしょう。比較すると一目瞭然ですね。ですがまだこんなものでは終われません。仕上げにセラミックコンパウンド。かすかに曇っていた表面は少しずつ光を取り戻します。まるで眠っていた湖面が風もなく目を覚ましていくように美しい。気がつけば時間はいつの間にか過ぎています。仕上がりの結果はまた後ほど。本当に素敵な模型屋さん。入り口からすでにどこか静かで洒落た空気が漂い、古のプラモ屋とは少し違う穏やかな時間が流れています。店内はお世辞にも広いとはいえず客が一人入ると身動きが取れないほど。けれどキットの配置や店内のセッティングには整った美しさがあり、女性が一人でふらりと足を踏み入れてもためらいを覚えない清潔さがあります。会話を交わしながらキットを眺めていると、時間はいつの間にかゆっくりとほどけていくのでございます。組み立てるまで気がつかなかったのですがエンジンフードは開閉式なんですね。まあ私はこういうのは閉じている状態が基本なんですけどね。ここら辺で完成間近だと油断しまくっていたのですが、案外厄介なのはここからスタートという感じの工程が続きます。地理が合わないことはないのですが位置合わせがとてもシビア。正解を見つけるとかっちり仕上がるのですが、ほんの些細なズレを見逃して装着するとたちまちダサくへと表変します。裏面しか梱包されていないウィンドウ用マスキングを剥がします。毛細管現象もなく綺麗に窓枠塗装が仕上がりました。このクォーターガラスの取り付けが非常に厄介。100通りの取り付け位置の中からたった一つを探し上げる感覚。失敗すると絶妙な隙間が生まれるので気がおかしくなりそうです。失敗しそうでしたが力技で押し込みました。フロントガラスの精度はとても素晴らしく、そっと置くだけでバッチリ位置が決まります。ですがボディ同色のピラーでは横から見るとクリアパーツに映り込んでしまう誤算。これも説明書に書いていないので要注意。こんな箇所はほとんど隠れてしまうので筆や爪楊枝で適当に塗ってしまいます。ヘッドライトはカーモデルの一番重要な表情に該当する箇所。青島様の解釈がいかほどなのか検証してみましょう。しかしなぜか締まらない表情ですよね。ヘッドライトレンズ内部をブラックで引き締めてみます。クリア後のエナメル塗装なのではみ出しても簡単に拭き取れます。欲しいキットは山のようにございました。ですが本日はバイクで来ているので持って帰れる物量に限界がございます。クロームのバッグにも押し込んで、私が警官なら間違いなく職務質問案件ですね。超高速餅つきで有名な中谷堂。昔はここの2階にも弁天堂というプラモ屋がありました。ご存知の方おられますでしょうか。プラも背負ったままですが腹ペコで行き倒れてしまいそうです。いや待て。ここまで来ていつものラーメン食べるのは具の骨頂。北に100メートルほど這いずりながら進んだら天理スタミナラーメンがございました。
もう体力の限界。砂漠を3日3晩歩き回ったくらいに腹ペコです。鳥取砂丘しか行ったことないけど。はいはいごめん遊ばせ。プラも背負ってやべえやつが通りますよ。プラモ動画で誰得なのか不明なラーメン ASMR。この後ミネソタからの海外観光客に気に、バッグに詰め込んだプラモがクールだと褒められました。私は流暢な英語で、OES と満面の引きつり笑顔で答えました。別体のサイドスカート。取り付けには少々先端を削って調整する必要がございました。リアバンパーと言って良いのかわからないパーツ。若干精度が甘いですが許容範囲。マフラーエンドがなぜか2分割されており嫌がらせとしか思えません。どんなに慎重になってもうまくいかないので私のイライラゲージが突き抜けております。なぜこの構成にしたのでしょうか。あまりまじまじ見ると目をつぶしますよ。説明書を確認すると別パーツでも OK のようです。だら最初からこのパーツだけでやる時間改正やそもそもなぜ2種類入れる必要があるのか初めわからんねんけど。さすが大島様。2種類用意してくださるなんて太っ腹ですね。ランボルギーニといえばシザーズドア。なんとこのキットではこの複雑な構造を再現しているようです。しかし説明書を一目見ただけで不安に飲まれそうになります。どう考えてもパーツの接着面が少なすぎるんですよね。そして説明書の順序で組み立てるとドアの地位が合わなくなる未来がはっきりと見えます。私は先にヒンジをボディに取り付けておくことにしました。ミラーステーからダクトが室内まで伸びていますね。もしかしたらエアコンレスなのかもしれませんね。1990年、世界最速の市販車の座を狙って生まれた一台がありました。その名はランボルギーニ・ディアブロ。開発は1985年。まだカウンタックの幻影が街を支配していた頃。次の時代の怪物が静かに設計図の上で息を始めていました。デザインはマルチェロ・ガンディーニ。しかし途中で経営が変わりデザインには修正が加えられました。イタリアの狂気とアメリカのゴーリが混ざった姿で誕生します。最高速度は325キロ。世界でも指折りの速さを持っていました。ですがその速さの代償には容赦がなく、初期型にはパワーステアリングレス、重すぎるクラッチ、列に満ちた狭い車内、快適さなど微塵もない息苦しい視界、そして高額な整備費はオーナーにとって猛獣を飼うような存在でした。ディアブロは1990年から2001年まで生産され、総生産台数はおよそ2900台。当時の新車価格はおよそ2500万円。現在では状態の良い個体が1億円近くで取引されることもあるそうです。速さとは、美しさとは何なのか。ディアブロを見ていると胸の奥が少しザラザラする気がして、炎が消えた後に残る感情の残り火のようです。それは人間の欲望が形になった一つの時代そのものだったのかもしれませんね。模型屋さんを後にしてやってきたのは町の中心地。のんびりと歩くのも悪くないです。シッカさん無茶すんな。なぜわざわざそんなアクロバティックな道を選んだんだ。お尻を思いっきりぶつけてますやん。鹿界隈でも無茶したがるやつはいるんですね。この野生の 4WD の走破性は大したものですね。我が物顔でカットするシッカさん。何撮ってんだと怒られました。こいつら餌もらうときだけ可愛いアピールしてやたらとこび上がるんですよね。まあ私はプラモとラーメンにお金を使い果たして鹿せんべいすら買えないのでよそへどうぞ。久々に歩いてもケイ屋さんや昔懐かしい場所に訪れました。そっと立ち止まって見渡していると当時に戻れるんじゃないかと錯覚します。インターネットも携帯電話もなかったあの頃、あの時代に少し戻ってみたく。
アマゾンがない生活は耐えれそうにないですね。盆地の最果てまで帰りましょう。今夜の晩ご飯は何かな。荒々しい最速として生まれたあなた。むき出しの力と理性を削り落としたような速さをまとい、あの時代の頂点に立っていました。けれど時代は移り、技術は進み、かつて絶対だった速さも今では旧世代の遺物と呼ばれる存在になりました。それでも不思議なものです。遠回りだと分かっていても、あえて回り道をして生きるのも悪くないと思うことがあります。効率や正しさだけでは測れない何かがその途中に落ちている気がします。人は時々昔の夢を見ます。ぼんやりとした光景だけが残り、肝心なことは思い出せない。あの時確かに音が鳴っていたはずなのに、それがどんな音だったのかだけがどうしても思い出せない。ディアブロという車は、そんな思い出せない音のように、記憶の奥でいつまでも消えずに残り続けるのかもしれません。さあ、そろそろチェックアウトの時間でございます。現実という名の挫折ばかりの人生へとお帰りくださいませ。ランボルギーニ、ディアブロ GTR、完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。